それでは早速始めます。冒頭、私から発言をちょっとさせていただきたいと思います。一昨日、第二次岸田内閣が発足しまして、引き続き厚生労働大臣を拝命いたしました。改めて責任の重大さに身の引き締まる思いでございます。国民の皆様の期待に応えられるように、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っております。また昨日の閣議で副大臣政務官人事も決定をいたしました。厚生労働省では副大臣に古賀篤副大臣が留任、佐藤秀道副大臣が新たに就任いたしました。政務官は島村大政務官が留任、そして深澤陽一政務官が新たに就任をいたしております。引き続き副大臣、政務官ともしっかり連携して、しっかりと厚生労働省の行政を進めてまいりたいというふうに思っております。それから次に、先ほどの政府対策本部におきまして、次の感染拡大に向けた安心確保のための取り組みの全体像が決定されました。この全体像は、ワクチン、検査、治療薬等の普及による予防から早期治療までの流れをさらに強化するというものでありまして、最悪の事態を想定して次の感染拡大に備えるものでございます。具体的には今後感染力が2倍、これはすなわちこの夏の実質2倍程度の感染が起こるような状況にも対応できるような医療提供体制の強化を進めます。まず病床の増床や臨時の医療施設における病床確保、感染ピーク時の病床使用率8割以上の確保等によりまして、今年の夏に比べて約3割増の約3万7000人の方が入院できる体制を11月までに末までに整備をいたします。こうした病床確保の取り組みだけではなくて、すべての自宅宿泊療養者に陽性判明当日ないしは翌日には連絡を取って健康観察や診療を実施できる体制を確保するために、この夏と比べて約3割増しの6万1000人の宿泊施設を確保し、約3万2000の地域の医療機関と連携してオンライン診療や往診、訪問看護等を行う体制を構築してまいります。さらにこうした医療体制の稼働状況について IT を活用して見える化を図るとともに感染力が3倍となるなどそれ以上の感染拡大が生じた場合の対応もお示ししました。また予防、発見、早期治療までの流れをさらに強化すべくワクチンの接種追加接種の対象者や使用するワクチンについて15日の厚生科学審議会で議論するとともに12月から追加接種を開始できるよう自治体における体制整備の支援を行ってまいります。治療薬については今後の切り札となる経口薬について年内の実用化を目指すとともに薬事承認が行われれば年内に約20万回年度内に約40万回分を医療現場にお届けをいたします。さらにこの冬をはじめ中期的な感染拡大にも対応できるように追加で約100万回分合計でこれまでに約160万回分を確保しております。以上のような取り組みにより感染拡大が生じても国民の命と健康を損なう事態を回避することが可能となり感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を図ってまいります。この全体像に沿りまして引き続き新型コロナウイルス対策に万全を期してまいりたいと思っております。私の方からは以上でございますので。